皆さんこんにちは。今日はセーヌ川河口の町オンフルールをご案内させていただきます。ちょっと長い動画になってしまいましたので、お時間がない方は2倍速でお楽しみください。さて、まずはこちらの教会なんですけれども、聖カトリーヌ教会といいまして、木造の教会としてはフランスで一番大きな教会になります。で、屋根が木造ですから、あと火事に備えてということで、ベルタワーですね、鐘楼はこちら側に別に作ってあります。この教会の中に実際に入ってみたいと思います。この天井見てくださいね。船の底みたいな天井が2つあります。はい、いかがでしたでしょうか。この教会はですね、1419年の100年戦争の時に壊されてしまいまして、で石で作ろうと思ったんですけれども予算がなかったので、それから木が豊富にありましたので木造で作られたということになります。おしゃれですね。冬でも外で食べる人がいるんですね。これは暖房がついてるのかな。この通りはですね、9ヶ月前に来た時には実は工事中でして、今綺麗に石畳が出来上がっております。そして赤い横断幕のあるところが作曲家エリック・サティが生まれた家になります。彼の家に近づきますと石畳の中に音符が見えてまいります。はい、こちらが作曲家エリック・サティが生まれた家になります。中の様子は前回の動画をご覧ください。こちらがマクロン大統領が年に 4,5 回泊まりに来るホテルだそうです。ここから見る対岸がルアーブルになります。世界遺産の街ですね。第二次世界大戦の時にめっためたに壊されてコンクリートで復活した街です。はい、こちらですね、丘の上の教会にやってまいりました。すごいね、鐘が外にあるんですよ。見てください、こちら側。この教会はなんかガイドブックで見たことがあるんですけど、全然ね、場所調べてなくて来れないかなとか思ってたんですけど、地元のバレンタンさんがフランス人のお友達が連れてきてくれました。すごい、いくつあるんだろう。How many bells do they have? I just have to count, right?
いくつあるんでしょうね。数えなきゃいけないですね。わあ、すごい。上をご覧いただいたらいっぱい船がぶら下がってるんですけれども、このいくつかは盗まれてしまって複製品が飾られているということだそうです。さすが漁業で大きくなったオンフルールの礼拝堂ですね。今から正午の鐘を聞きます。どんな感じでしょうか。I think we're too close. ちょっと近すぎて音量がすごすぎましたね。頭痛があるときは絶対来てはいけない場所ですね、ここは。この路地裏なんですけど、すっごいいいスープの香りがして、お腹減ってきます。オンフルールはこういう風なね、小道を歩くのが楽しいですね。はい、こちら登ってきますとウジェーヌブダンの博物館がございます。ウジェーヌブダンは印象派という名前ができる前にすでに印象派の絵を描いていた画家でございます。でこの美術館からまっすぐ歩きますとウジェーヌブダンが実際に描いた家がございます。この家ですね。この家ですけれども、実際に描いたのはこの絵ということになります。ボンジュムシュー。こちらノルマンディーの旗でございます。今日の朝ごはんはバレンタンさんが作ってくれたクロワッサンになります。こちらいつもならね朝一でにぎわう場所なんですけれども、今日はひっそりとしております。地元の可愛いワンちゃんも近づいております。吠えられてしまいました。まだちょっと朝が早いのでお店やレストランはあんまり開いてない感じですけれども、ちょっと歩いてみたいと思います。
なんか石畳がね結構滑るので危ないですよね、雨の日なんかは。こちらの真正面の家なんですけれども、あそこにプレートが飾ってありますけれども、アルフォンス・アレという人がこの家で生まれたということですね。でパリに昔ですね、ル・シャノワーって言って、パリのモンマルトルに黒猫という文芸キャバレーがあったわけですね。居酒屋みたいなところがあって、そこにいろんな知識人たちが集まってこういろいろ討論をしたりとか話し合いをしたりとかしていた場所があったんですけれども、その文芸キャバレーが出していた雑誌新聞があるんですけれども、同じ名前ですね、ル・シャノワールで、その、編集をやっていた人ですね。とっても面白い、ヒューモアたっぷりの人間だったわけで、いろんな名言を残してるんですけれども、ちょっとその家のたもとに行ってみましょう。ここに黒猫が、お尻を向けておりますけれども、アルフォンス・アレさんが住んでいた家ということになります。このモンマルトルの文芸キャバレーでは、同じくオンフルールで生まれたエリック・サティもピアノを弾いていましたし、あと月の光とかアラベスクで有名なドビュッシーもピアノを弾いていたと言われます。でアルフォンス・アレさんが生まれた家からまっすぐ歩いていきますと、昔フランス国王に仕えていた総督が住んでいたところ、いた場所がこちらですね。昔オンフルールは城壁に囲まれていたということで、その名残ということで歴史は14世紀まで遡るそうです。で有名なこちらが昔の港ですね。古い港でビューバッサンと呼ばれるところですけれども、そこをちょっとぐるっと回ってみたいと思います。で有名な絵はがきとかに出てくる風景はね、こちら側から見るようになってますので、ちなみに正面斜め前が、オテル・ドゥ・ビール、これが市役所ですね。オンフルールの市役所ということになります。はい、今日の眺めはどんな感じなのか見てみたいと思います。ちょうど時間的にあれですね、太陽の光がさまざまな家に当たってて綺麗ですね。サントカトリーヌ教会の塔も見えます。さあでこちら左側なんですけれども、昔の教会が今は、博物館になっておりまして、漁業で栄えたオンフルールの歴史を学ぶことができます。教会の名前忘れちゃいました。サンテエチエンヌでしたっけ、忘れましたけれども、そういう場所もございます。この角から写真を撮るのが一番いいかなと思いますので、ちょっと見てみたいと思います。この辺かな。
さあ、それではこの教会の右側の小さな通りを歩いていきますと、真正面にですね、またもう一つの博物館がございます。なんか滑ります。足元が滑るので怖いです。教会の後ろに回ってきました。博物館ですね。でこちらをまたこういうふうに行くと、こちらにですね、先ほどのユーモアな人のアルフォンス・アレイさんの博物館があります。でプリプチ・ミュゼ・ドゥ・フコンスと書いてありますけれども、フランスで最も小さな博物館ということで、こちらですねなっております。でこの家の間を抜けていきます。そういたしますと、この真正面に見えてくるのが昔塩をいっぱい、置いていた、1万トン以上置いていた塩の倉庫ですね。こちらが、アンシアンマガザンアッセルと書いてありますけれども、こちら昔の城壁の石を使って作られた塩の保管場所になります。で漁業で有名で、特にタラですね、もうカナダの方まで船で行って、でタラを持ち帰ってきてということで、栄えた港ですので、その取った魚を保存するのにたくさんの塩が必要だったわけで、ここに塩を置いていたということになります。今はですね、イベント会場とかなんか展示会会場になっているらしいです。今日は残念ながら入れませんけれども、そのようになっているということですね。またノルマンディーに来るとそうなんですけれども、オンフルールは特にムール貝とフレンチフライの組み合わせの料理がとってもポピュラーで、こういうふうに、ムール貝を取る人たちの銅像まであります。でそれを見に行かないといけないんですけれども、車が回ってくるので気をつけないといけないですね。それではただいま昔の港急行をずっとぐるっと回っております。こちらがさっき見ていた建物なんですけれども、ずっとずらーっと並んでいるところですね。夏はこの辺にいっぱいテラスが出てにぎわってるんですけれども、やっぱりローシーズンということでひっそりしています。歩いているうちにアルフォンス・アレイさんの言った名言集をご覧ください。リンゴジュースが牛のおしっことして売られております。さあ、ここをちょっと曲がって教会の広場に行きましょう。ここ見てください。なんか面白いですよね、これね。
ガラクタアートみたいな感じですね。革製品屋さんがあったり、ここねチョコレート屋さんね、なんか美味しそうだけど一気に太りそうですね。もうなんか飛行機に乗ったら気圧の関係でもう顔がパンパンになって、パリに降りてもなんか顔がそのままパンパンのまんまなので、なんか悲しいですね。しかもまたフランス料理を食べるともっとパンパンになるという、もう多分自分はフランスでは生活できないかも。はい、サントカトリーヌ教会の前にまた戻ってまいりました。なんとオーフルールに柴犬がおりますので、ちょっと見てみてください。こちらのギャラリーなんですけれども、とっても親切なアーティストの方がいらっしゃって、画集を買ってしまいました。お昼の12時15分に予約を入れております。前回同様、洗練されたテクニックをもって完成させられた上品なプレゼンテーション、そして完璧な味を楽しませてくれました。Merci beaucoup de votre déjeuner incroyable。地元のバレンタンさん、いろいろありがとうございました。また会える日を楽しみにしています。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。